中国で昔から重心は肉に使えずという考え方がありますが、暗黒を捨てて光明に向かうという言葉もあります。したがって、武将が裏切り者であるかどうかは、その武将が参加した勢力が正義の象徴であるかどうかによって決まる。今日は中国の史上最も有名な四人の反乱軍の代償についてお話します。反乱代償1、英風。英風は旧皇軍六権の出身。秦の末期から漢の初期にかけて活躍した名将。秦の律令で失勢を入れたので、芸風とも呼ばれた。英風は野氏出身で、李山の周到たちと一緒に後節で山賊をしていた。陳勝五皇の反乱後、英風が数千の民を集めて反乱を起こし、公領に身を寄せ、海を擁立した。公領は秦の将軍将官に殺され、項羽は葬儀を殺し、祖軍の指揮を取ることになった。英風を先鋒として、彼は挙六を包囲していた秦軍を破り、その後、降伏した秦軍20万人を殺した。項羽の軍隊は寛容に進軍し、秦の最高の皇帝である紫英は、都の外でひざまついて、彼に向かった。しかし、項羽は英風に剣で、紫英を殺させた。英風は戦いの有名さを発揮し、項羽によって旧皇王に封じられた。英風は旧皇に就任後、西欧伝英が宋に反抗し、項羽は蔡に侵攻する兵士を送ったが、英風から兵士の応援を要求した。英風は決病し、数千人の兵士だけを発見した。劉邦が北条で項羽を破る。英風は決病にもかかわらず、項羽を救うことは拒否した。そのため、項羽は英風を憎むようになった。再び劉邦が北条で項羽との戦いに敗れたとき、劉邦は将校を急行に送り、項羽に対抗するよう英風を説得した。将官の言葉を聞いた英風は表面上同意したが、心はまた不安な状態にあった。ちょうどその時、宋の使者が英風に軍隊を発見しよう促しに来た。将官が出てきて、英風は漢に降伏したと言うと、蘇氏は慌てて逃げ出しました。将官は英風に、今あなたの反乱はもう事実になり、部下を派遣して蘇氏を殺すべきだと言い、英風は仕方なくそうすることにした。項羽は激怒し、劉将を送り込み、旧皇を攻撃させた。英風は敗れ、漢に逃れた。それ以来、彼は漢に仕えるようになった。漢軍はその後、外貨に移動し、項羽はついに右皇で自害し、側漢戦争は終結した。数年の平穏の後、漢臣は殺され、隋で包越も殺され、伊勢王3人のうち、ただ彼一人に残った。同じ運命を恐れた彼は、力を蓄え、戦いの計画を立って、死闘を繰り広げることになった。その後、彼の側室と彼を監視していた家臣の非家が2人
に通し、彼の反乱の密告。追い詰められた英夫はついに同年の秋に謀反を起こした。結局、流放に敗れ、殺された。反乱大将に、呂布。呂布は字、法仙。五元軍、九元の出身である。三国の名将、呂布は、陣中の呂布、馬中の石頭と呼ばれた。呂布は最初、平州志士の提言と董卓と都に入った後、董卓に誘惑され、提言を殺した。彼は民衆を率いて董卓に仕え、彼を義父と認めた。董卓が長安に移った後、はばかることなし、帝臣の不満を募らせた。董卓の死後、彼の部下は長安に攻め入り、呂布は敗れた。彼は後に一勢力となり、燕氏兄弟のもとに亡命した。しかし、彼らは彼をあらゆる方法で利用した。その後、徴用と合流し、早々に敗れ、劉備に合流した。劉備が燕術と戦ったとき、呂布は劉備の領土を奪って、劉備は土地なしの勢力となったので、早々に防衛した。曹操軍は最終的に徐州を占領し、呂布を殺害した。陳寿は三国志の呂布造講伝第7表において、呂布を下のように評価している。呂布には勇気があるが、狡猾で反復性があり、戦略がない、利益しか考えない。呂布は利益だけを追求する悪役のことがわかる。軍事戦略もなく、曹操より強くても倒せなかった。悪い悪役でも朝鮮に深い愛を持つことは真実である。反乱大将3、後継。後継姓は甲骨、名は万慶。後継は南北朝時代の有名な反乱軍の将軍である。彼は北魏の開作人の出身で、戦費化した血族です。幼い頃から腕力があり、騎射が上手だった。幼少期は北魏の国境の町で兵役につき、兵を率いて風を破り、帝州の志士に昇格。牧羊軍校に封じられた。その後、高官と右分隊はそれぞれ北魏の実権を握り、後継は高官に身を寄せた。北魏は東魏と西魏に分裂した。東魏の実質的な支配者、東魏の最初であった高官は、後継に対して非常に不安を抱いていた。高官の死後、後継はやはり部下を率いて、正義に合流した。正義の軍隊は後継を知り、降伏を受け入れたが、後継は長安に来て、任務を報告しなければならず、事実上、平家を奪うつもりだ。後継は賢かったので、南の領に降伏するしかありませんでした。領の部で、荘園は大臣たちの忠告にもかかわらず、後継を受け入れる用意がありました。荘園民は5万の兵士を聞いて北上し、後継に迎えに行ったが、途中で
東義の軍に襲われ、敗れて捕らえられた。東義軍はこの勝利に乗じて後継を攻撃したが、後継は敗れ、領の受領に逃れた。この時、東義は領との戦争に消極的であった。捕虜の諸恵民を返すために使者を送った。これを知った後継は、領の部隊が自分の誠意を受け入れるかどうかを試そうと、東義の使者を装って、停戦条件として、諸恵民を返還し、引き換えに後継を差し出したこと。部隊はこれを承諾したのです。後継は部隊の態度を知ると、すぐに再び反乱を起こし、兵を募って健康まで戦い続けた。部隊を捕らえ、やがて餓死させた後、後継は二人の傀儡の手を支え、やがて自ら漢の皇后で皇帝になった。後継はあちこちで民衆を略奪し、大きな災難をもたらし、これが後継の難と呼ばれるものです。その後、領の将軍である王宗弁と陳八仙が公領から軍を引いて健康に攻め込んだ。後継の反乱軍が敗れた。彼はわずか数十人の部下を連れて小舟で逃げ、途中で部下に殺された。後継はまず、東義、次に西義、そして南の領を裏切って、領全体はほぼ併合してしまったのです。彼はカメレオンのように狡猾で気まぐれな人と言えます。反乱大将4、御三家。御三家は、自長伯、明代、両党の高齢全徳永の出身で、錦州の将軍であった御将の息子です。ご存知のように、御三家が明朝末期から清朝初期にかけての大学者であった。御三家は若い頃、父と共に黄巾の進撃に勇敢に立ち向かった。その後、山海関の将軍に昇進した。御三家の部下は明朝末期の戦う敵隊の最高の一つであった。その頃、李治世が北京を攻撃しようとしていたので、推定帝は御三家の軍隊に首都防衛のために戻るよう要求した。しかし、御三家の部隊は時間がかかり、河北省の芳順に到着した時には、すでに北京は陥落し、推定も自害していた。御三家は山海関に急ぎ、李治世は降伏を誘った。御三家は降伏に同意したが、その途中で出会った使用人から父親が虐待され、妾の腎炎炎が取られたと聞いたので、大臣に反旗を翻し、再び山海関を奪還した。李治世は軍を率いて山海関の攻めに切ったが、御三家は敗れ、彼は秦のトルコンから兵力を借りた。秦と御三家の軍は李治世率いた準軍を激戦の松打ち破り、そのまま北京への入城を果たした。自分の戦力を確保するため、御三家は北京で明朝の後継者を立てるつもりでしたが、不幸にも
秦の軍隊が入ってきて、手に負えなくなった。トルコンは御三家が日和見主義者と見て、直ちに西の農民軍を追い出すように命じた。その後、秦朝が中原に入ると、御三家は三番の一員となり、平西王の称号を得た。雲南と紀州あたりを守っていたのです。皇輝帝の初期に、皇輝帝が廃藩させようとしていることを聞き、彼が再び反乱を起こした。彼が関東の小子神、福建の高世中と3人が死に反乱して、地長三番の乱と呼ばれる。ついに御三家は湖南の公主で、州のなって皇帝に即位し、同年没した。御三家は生涯を通じて、単なる日和見主義者であった。彼は全く不原則な人で、満州族と結託して自分の一族と戦ったりもしていた。彼は密かに自らの勢力を失って、最終的に皇帝になることを目指した。結局、願いは叶ったのだが、あんまりにも短命で評判が悪くなってしまった。この4人、英夫は優柔不断、両夫は気まぐれな精進、後継はずるくて変わり者、御三家は日和見主義者です。やはり性格は運命なり。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。